こんにちは、加藤です。今日はですね、これです。テーブルの上に、アトリエにあるガラス系のものいろいろと集めて乗っけてみました。結構複雑なっていうかごちゃごちゃとしてるんですけれども、楕円の楕円ばっかりです。楕円だらけですね。楕円だらけで手前を置くと非常に重なり合って不思議な形を作り出している、そういったごちゃごちゃ系のモチーフなんですが、今日はこのモチーフを使ってですね、何をこのモチーフの中から何を抽出して、絵作りというか画面構成をしていくのかというあたりをお話ししていきたいと思います。たまにはっていうか、今日は後ろにちょっと布をシワを作ってですね垂らしてみました。これも一応モチーフとして考えています。ちょっとね影ができるようにしてあります。はい、では早速いってみましょう。用意したのはいつものごとく、SM サイズですね、クロッキー帳、これを使って、構成をね考えていこうと思います。前回もそうだったんですけれども、テーブルの中のものを全部乗っける、画面に入れるとなると結構窮屈になりそうなので、その中から面白そうなところを選んでですね、構成を考えていこうと思います。はい、どこからいこうかな。手前の、これはビールを飲むためのちょっと細身のなんて言うんでしょう、ビアグラスですかね。それが大体真ん中に来るような感じで、左にはコーヒーサーバーと、ドリッパーですねが来るような感じで、まず最初にこんな風にどんどんこの絵の中に、見えているものをですね要素を書き入れてってみましょう。その際気をつけた方がいいポイントは、この置かれているテーブルは同じ平面なんですけれども、テーブル上の自分から見た位置関係ですね、どのモチーフが一番自分に近いか遠いかっていう位置関係は常に水平な、これが自分からの距離が後ろに行くにつれて画面の上に来るってことなんですけど、大体自分からの距離が同じ位置だったら、例えばこのコーヒーサーバーはここに比べて大体同じくらいかなとかね、この辺かな、そんな風に自分からの距離を意識して、このちょっと後ろとかですね、ちょっと後ろ、もうちょっと後ろとか、その自分からの位置関係を気にして配置をまず決めていきます。でその時も、今これ、ワイングラス赤ワインのグラスの、このステムの、部分、この手で持つところですね、この部分を中心としてこんな風なガイドライン書いてみましたけれども、最初にガイドラインありきというよりも、目で見た時のこの台の余白のこのシルエットですね、この形、例えばこんな形で、茶色い床面が見えてるんですが、この部分ですね、その形をね、切り取られた形を、前にネガっていう話しましたけど、字の形が決まってくると図が切り取られておのずと決まってくるので、こういう時っていうのはですね、そのものの形を考えるよりも、なぞるよりも、それによってできた隙間の形を考えていくといい感じになると思います。今回のこの例で言うと、例えばこの形ですね、この形でよく見ると、ここにもうちょっと飛び出た部分があって、これ何かっていうと、その奥側にある、これは何て言うんでしょう、ワインを入れる、なんか空気を含ませる、なんて言うんですか、デカンタみたいなやつですかね、がこの後ろにちょっとあると、こんな感じで、その形がこんな風に重なってるんですね。こっち側もこんな風に切り取られた形を探っていきます。で、ここで大事にしているのは、
この構成というか構図配置のことが一番重要な今回のこのエスキースでの目的なので、個々のプロポーションはそこまでシビアにはこう捉えていないというか見ていない。それよりもこう映った形とか、ガラスがこうレンズみたいな役割をして形を歪ませて奥のものを映し出してるんですね。でその歪んだ形とかも絵作りをしていく上で面白い要素になるので、そういったこういう形ですね。これが映り込んでいるこう不思議な形とかも大事にして描いていきます。で描きながら大きくしたり小さくしたりって前も言いましたけれども、今回の例で言うと今このワイングラスのこの部分がちょっと右が膨らんで左が痩せてるんですが、よく見るともうちょっと左が膨らんでいるかな。そんな風に形を直しながらというか修正しながらバランスを見ながらこんな風にですねどんどん形を直しながら捉えていきます。でこのビアグラスのあたりもよく見るとこの後ろのグラスのこの形が歪んで映ってるんですね。ここね歪んで映り込んでたりする。こういう歪んだ面白い形の、繰り返しというか、ガラスの器をいっぱい並べた時にできるちょっとなんかその不思議な光景ですね。それを今回の狙いというか、絵にするための、大事な要素としてね捉えていこうと思います。あとグラスの影もちょっと左側にこんなスッと映ってたりして、これも面白い要素になると思うので見逃さずに、使えるかどうかはねこう要素を書き入れた後で、やっぱりいらないとかこの影は省略しようとかっていうことになるかもしれないんですけれども、最初はあんまりこう好き嫌い言わずにですね、どんな要素でも使えるかもしれないって思ったことは書き入れてみるといいと思います。はい、こんな風にですねこのグラスを通して見える向こう側の歪んだ形っていうのが結構何度も出てくるので、今回の絵ではそれがテーマっていうかね面白さになっていきそうな気がします。どうでしょう。こんな感じで、一個一個の形をこう描いていくというよりも形がぶつかった時にそこを仲間としてつなげてみる、もしくはそこは分けてみるって、仲間にするのか区別するのかをその場所ごとに、判断しながら、判断というのは試しにやってみるっていう程度の判断なんですけれども進めていってみます。はい、こんな風にですね次から次へと新しい要素がこう入り込んできて、これは後ろのちょっと大きめの、花瓶ですかね、花瓶みたいなやつで、その後ろにもまたワイングラスが覗いていて、でその後ろに布がかかっている。布には少しこうシワができているせいで暗い形、影の形が少しできてたりします。はい、こんな感じでどんどんいってみましょう。ビアグラスの左側、これもちょっと細長い花瓶なんですけれども、花瓶がちょっと見えていて、見えている左端のあたりにこれはコーヒーサーバーですね。次のサーバーのこの逆三角形の形がやってくる。大きさで言うとこれよりもだいぶ大きいので描きながらちょっと形も修正していきます。こんな感じでしょうか。で取っ手がついている。中はこれなんか螺旋状にリブが切ってあるんですね。こんな感じでこの形も結構面白いですね。右上から左下へ流れていく筋と左上から右下へ向かって、でここを境にしてやっぱり形が歪んで見えているこの不思議な、ねじれている世界っていうか、これも要素としては非常に面白い。
はい。で、皆さん気づいたでしょうか。この上の楕円ですね、手前から奥へ行くにつれて徐々に楕円が潰れていっています。書きながらですね、書きながら整合性が取れるように潰れすぎていた楕円はちょっと膨らませてみたり、これ比較してですね、手前から奥へ行くにつれて若干少しずつ潰れていくんですけれども、急激に潰れると一気に遠くへ行ってしまうので、違和感がない程度にその楕円の潰れ具合ですね、気にしながら、今までのね楕円散々書いてきたと思うんですが、おさらいっていう感じで、はい、このコーヒードリッパーは最初結構ちっちゃめに書いてましたけれども、もうちょっと大きかったですね。はい。で、見ての通り結構ざっくりと、形をね直すというか動かしながら書いていくんですけれども、例えばこれ今取っ手を少し書き入れてみました。この黒くてはっきりした湾曲した形なんですけど、こういうのを書くときにはこの中の形って見るよりも他の部分に対してどこなのか、例えばこのピアグラスの上の楕円、底の楕円に対してどの辺かな、そんな風なちょっと離れたところと比較しながらこの黒い形の位置を決めていくようにすると比較的合いやすいです。合いやすいっていうのはバランスが取りやすいってことです。この中のこのガラスの器に帯をバンドをつけてあげるというよりも絶対値ですね、他のものに対してどこにどんな形っていうのは今黒い形のことなんですけど、この黒い形がどこにあるのかという見方をしていきます。はい、今日の動画はここまでになります。次の動画へ続きます。それではまた。